どうもこんにちは。占い師の水森太陽です。ちょっといつもと違う雰囲気なんですけれども、占い館セレーネ、特別企画、チャス先生に聞く占いと都市伝説、始めていきたいと思います。チャス先生、今日は、第1回なんですけれども、なんでこういうのをやっていくかっていうところなんですが、大予言スペシャルとか年末やったじゃないですか。毎年ね、毎年やっていて。出てますけど。はい。あと2024年の運勢みたいな感じで毎年やらせていただいてるんですが、結構やっぱり好評でもっともっと見たいっていう声も多かったっていうことと、巷で2025年問題とかあるじゃないですか。2025年の7月にこの世だか日本だかどこかが滅亡するじゃないけど、いろんな方がおっしゃっていて、やっぱりそういう質問増えてますよね。そうですね。そう。あれも予言の13年サイクルみたいなのが、この業界ありまして、1個前はマヤ暦で2012年で、その前は1999年7の月ノストラダムスですね。で、今回マヤ暦からちょうど13年後、2025年が来たから次は2038年かなみたいな話なんですが、そんな感じにちょっと笑って過ごせるというか、何もなかったらいいんだけど、今回ほら占い的に見ても今時代がめちゃくちゃ変わり目じゃないですか。大転換期ですね。そうなんで、なんかこう占い的なアングルから今の時代どうなんだろうとか、占いにまつわる都市伝説とかね、お伝えしていくことで何かこう皆さん、見てる人の考えるきっかけになったりとか、備えたりとか、そういうことちょっとねエンタメテイストで。占いってもともとやっぱり未来予測から始まっているものだから、運命を予測していくっていうのってやっぱりその占い師の結構テーマではあるんですよね。もともと運命学というか、未来予測のツールですもんね。だからそういう意味じゃあなたの恋愛とかそういうのもありだとは思うんだけど、それとはまたちょっと違った角度で運命を紐解いていった時に結構大事な部分っていうか、どうしてもなんか伝えていかなきゃいけない部分ってあるじゃない。そうなんですよね。で今っていろんなものが明るみになってる時代だし、占いだけがなんていうのかな、漏らさないでいいのかみたいなニュアンスもちょっとあるじゃないですか。いやー、そうなんですよ。だから占い業界の人に品種買うかもなっていうのはあるんですけど、やっぱり予測みたいなことやると、やいのこう言われやすいっていうのもあるし、天気を漏らすというか、そういうものってもともとちょっとタブーみたいなところ。そうですね。だからその天のその断りみたいなのをおっぴらに話すなっていうね、昔からの伝統みたいなね。そう、タブーというかね、あったんですけど、少しこう、チラ見せね、エンタメの顔、エンタメの占い毛嫌いする真面目な先生とかもいるんだけれども、実はね、エンタメの皮をかぶってた方が、こちらにダメージがないというか、楽しくやいのこう見てもらって、ちょっとなんか都市伝説風味というか、ちょっと面白風味にしとくことで、ヒントをね、こっちは散りばめて、エンタメ風味だけど、ヒントをちゃんと散りばめて、皆さんにこう、考察のきっかけというか、なればなって。都市伝説系の人も占いネタって扱うんですけど、ちゃんと占い師がこうやってるのってないので、今回思い切ってやって、時代の変化にこう、うまく乗ってっていただければっていうね、いう感じで始めました。今日のテーマなんですが、三元九運。風水で三元九運っていうのがあるんですよね。で、チャンス先生、ほんと風水すごくてですね、僕の先生なんですね。風水もね、ちょっといろいろあるけど、本格的にね、やっぱりいろんな先生に習って、いろんな、技法やね、知識を得てはいることはいるんですよね。そうなんですよ。だから、大物の紹介で変えてみたんだけれども、微妙だったからそれを直すとか、みたいな、かなりすごい方とかも見てますよね。ちょっとね、大手の企業の、なんか事務所とかね、そういうところ直しに行ったりとかもしてはいるんですけど、そのチャンス先生にこの三元九運、風水の世界で20年ごとに変わっていくっていうサイクルがあるんですよ。今回すごい変わり目だっていうことで、いろいろお伺いできたらなと思ってるんですけど、540年に1回。そうですね。三元九運って20年が9周期あるっていうので、単純に 20×9 で、まず180年っていうのが基本的なスパンなんですよね。で、それを上元、中元、下元って上中下ですね。に、分けるんですね。だから上中下の、元って書くんで三元で9つの運気がありますよっていうんで九運、三元九運っていうんですよ。でそれが180年周期なんですよね。180年の3回目の、そうですね。サイクルが変わるんですよ、ね。それがさらに、それを一元と考えて、上中下って考えるっていうと、180× 3で540年。なるほど。この540年ってすごい長いスパンの最後の20年なんですよ。
180年のまず三元急運の最後の第9運に2024年から実は突入するんですけど、2月4日からですね。そうですね。そううん。まあ流派の違いでもっと早く始まってるよっていうのもあるかもしれないんですけど、2月4日から変わる、今時代のとても大きな、節目最後の20年ということですよね。そうですね。540年ってすごいスパンですよね。すごいスパンですよね。だからそれの最後の20年じゃこの時代どういうことを我々は備えていったらいいのかとか、どういうふうに乗っていったらいいのかっていうのをお伺いしたいんですけれども、まず九運ってよく気学なんかでいう九死火星っていうね、それとある程度似た意味合いがあるんですけど、9つの紫の火の星って書くわけですけど、この火っていうのはね、明るく照らすっていう意味合いがあって、それがなんか物事が明るみに出るとか、そういった時代になっていくだろうっていうのとか、あと和合の時代とかね、離合の時代っていう言い方をして、離れたりくっついたりとかね。だから物事がこうね、壊れたりとか、なんか新たなものがこうくっついたりとかっていうのがしやすい時代。で、いろんな意味で、最後の運気なので、物事の生産の時期になる可能性もあるっていう、そういう20年。で、それが540年のスパンの最後の生産期みたいな感じなんですよね。そうですよね、それがもうこれから始まる、始まったっていう感じですよね。なんで何が起こるんですか。そうですね。実際、もともと、この三元九運とかっていう考え方って、20年っていうスパンで、占星術とかね、その天文の考え方で言うと、すごく影響力の強い星っていうのが木星と土星なんですよ。で、この木星と土星が重なるっていう時っていうのは、大まかに大体20年に一度。そうですよね、大回帰というか。そうですね。で、実際は、天文的には、2020年に起きてるんですよね。風の時代に突入だみたいな感じで、ね、いろんななんか YouTuber の方とかが言ってたあれですよね。グレートコンジャンクションっていう。だからそれが実は大元にあってその三元九運っていうシステムが出てて、今現状ってちょっとなんかそういう意味じゃ4年くらいの誤差があるといえば誤差があるんだけど、ある意味そこってちょっとマーブルっていうか新しい運気と古い運気が交差する時期みたいな。なるほど。感じはあると思う。天体で始まったサイクルみたいなのが、これから暦上のサイクルにこう、移り変わってくる。なんか天のエネルギーがバーッと降りてきて、4年ぐらいかけて定着するっていう感覚で、なんかイメージしておくと少しわかりやすいと思うんですよね。2020年から例の病気だとか、社会がね、いろいろ変わっちゃいますもんね。オリンピックもね、1年先延ばしになったりとか、今まで起きてないことが起き始めた。って言ったら2020年のイメージが多分我々強いと思うんですよ。日本で首相暗殺とか起こると思わなかったです。そうですね。で、オリンピックがずれるなんていうのも、ちょっと今まで見たのは近年でないなかったですね、本当に。だから起きないと思ってたことが起きてるっていう状態になってるし、実際戦争も始まっちゃってるし。そうなんですよ。だから予言とかってこう煽るような感じして、嫌じゃないですか。だけど、25年とかね、みんなおっしゃるけど、占い師的にも、この三元九運の代わりだったり、あと、冥王星も水亀座そうですね。入って、それこそ風の時代の到来だって西洋占星術の方々はみんなおっしゃってたりとか、あとは天王星か。そうですね。インド占星術でチャズ先生とか研究されていて、牡牛座に天王星の時期って。2024年の5月ぐらいに、牡牛座に天王星が入る形になるんですね。これ、インド占星術の星座の位置ということなので、西洋占星術だとちょっとずれるので、ちょっと違うんですけど、そういう意味でも、インド占星術だと大体牡牛座に天王星が入る時って、日本って結構ギッタンバッタン大転換期っていう時期になる傾向が多いので。アメリカもそうじゃないですか。そうですね。だから、世の中的に天王星って変革の星で、先ほど言った冥王星って死と再生、ね、破壊の星だったりするので、それが大きくこうガッとね、星座を変える時期っていう風に考えても、三元九運々以外も、なんかもう思いっきり変化が重なるんですよ。そう。だから、これは何か言っとかないと、占い業界って結構めんどくさいところがありまして、予言みたいなことするなーって業界の人内部では言われるんですよ。逆に外からはなんでこんなことも分かんなかったんだって言われちゃうから、チラ見せくらいはしとかないと、業界的にもまずいような気もするので、こういうのちょっとやっていこうかなって思ってまして、あと、国家元首というか、サイクルで見ても今ちょっと運勢低迷期。そうですね。日本は元首、総理大臣で見るって発想よりは、いわゆる、
の、そう運勢っていう方が強いとは言われてるんですよね。それでそれも出ているから、まあこれは何かちょっと発信しとかないとなっていうのがありまして、なんとか大難を小難にという、そういう企画です。だから、2025年7月何か保守的に見てもちょっと怪しいんだけれども、みんながこう情報を知っていくこととかで、うまくこう交わしていいサイクルにこうなってったらいいですよね。これはスピリチュアルな業界の人なんかはよく言うんだけど、みんなが知ったことは起きないっていう説もあるんですよね。ね、そう。みんながなんかもうこれってあるんだよねと思ったものほど起きない。だから逆になんかスタンスが変わってしまう。みんなが知るっていうことによって実は運命の流れがちょっと変わるんじゃないかっていう説もあるんですよね。いや、僕もそれそう思うんですよ。量子力学じゃないけど、逆にそれは起きないんじゃないかっていう。だから逆に起きたとしてももうちょっと規模が小さくなったりとか、なんかそういう風になればいいなという希望も含めて、ちょっとね、いろいろな角度からこういう運命予報みたいなものをちょっとね、やっていこうかなみたいなね。過去の機運やばくないですか？過去の機運なかなかやばいですね。そう。これから来るのが、九死火星の20年っていう、九星気学とかね、やってる人は九死火星とかお馴染みかと思うんですけれども、まあ風水で、そういう20年サイクルってあって、でこれがね、結構不思議なんですけど、まあ三元九運っていう考え方っていうのはやっぱり中国でできたわけですよ。だけど、なんでかわからないんですけど、日本の歴史っていうか運勢って三元九運通りに動いてるよねみたいなところがあるんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。僕だからそれもやっぱりさっきちらっと出てきたやんごとなきお方がまあこう渡ってきてというかなんというかそういうのもあんのかななんて思いながら不思議だなっていうね。次の第一運になるのが2044年からなんですけど、その20年前なので2024年だから今年から9運になるわけですけど、一運っていうのがじゃあいつかって言ったら1864年からなんですよね。この時って67年に大政奉還なので、明治になるわけじゃないですか。だから江戸時代が終わって明治になるっていう、日本はなんかもう国が一新してる時ですよね。でそこが一運なんですよ。始まりの一運なんですよ。もうこの時点で何っていう感じはあるんですよね。だから幕末っていうことなんですよね。九運っていうのはね。そう。だからその前の九運って幕末で江戸時代が終わるための混乱期に入ってくるわけじゃないですか。調べたけどいろいろありましたね。台風とかでやっぱり結構亡くなられてる方多かったり、善光寺地震とか災害も多かったり、あと何よりペリーがね。そうですね。ペリー来航が1853年ですから、前回の九運だし、江戸のシステムがね、やっぱりちょっとおかしくなっている時代だったので、一揆が起きたり、南太郎の変みたいなのが、もう立て続けにあったりとか。ですね。過去まで見ていくと、本当にそうなんです。前回の下元九運だとこれも地震があって鎌倉に大仏まで津波が来たっていう記録があったりするんですけど、それも前回の下元九運ですよね。そうですね。だから540年っていうさらにこの長いスパンで見てもその前の九運の20年ってもう一揆は乱発してるわみたいな時代だし、540年前とかをちょっとチェックしてみると、ちょっと今のヒントになるかなと思ったら、もうどこもかしこも一揆みたいな感じなんですよね。だから、それだけ一揆が起こるっていうことは、食料とか、どうだったんだろうなみたいなのあるし、実はその次の上元九運、1664年から1684年も、いわゆるマウンダー極小期って言って、大寒波とかの時代なんですよね。雪女伝説とかあったりする。江戸時代めちゃめちゃ寒かった時代なんで、これはいろいろやっぱり気候変動とかにも備えておいた方がいいのかなと。そうですよね。だから実際やっぱりその今のね、180年の周期で考えれば、一運で、まあ明治政府が始まって、それから二運っていうのはね、物事をこう整えていくような時期だったりするんですけど、そこで内閣制度が始まる。で、三運の時に、まあいろいろこうね、変化が起きやすい時ですけど、そこで日露戦ですよ。四運っていうのが日本っていろいろね、ちょっとね、怪しい動きが多いんですよ。1924年から40ですよね。だからどちらかっていうとその海外進出を始めたりとか、まあ実際太平洋戦争が起きてるのも4運ですよね。以前の4運っていうか、540年前の4運を見ると、1564年からなんですけど、ちょうどこの辺りで、この4年前ぐらいかな。だから逆に言えば、木星っ
とあー土星が結そうか構重なってる時期ぐらいにはいはいはい桶狭間の戦いが始まって、なるほどなるほどなるほど。織田信長の時代ですよね。そうですね。うん信長の時代ですね。だから4軍の時って戦いに明け暮れてる傾向があって、なるほどなるほど。国をね侵略したりとか、うんそういうね時代だったりするんですよ。やっぱり日本と重なってくるんですね。そうなんですね。気学なんかだと白くって、うんどちらかっていうと福々しい星で、うん割とね旅行なんかを捉えたりとかっていうのもあるし、話し合いとかね、うんなんかそっち側なんだけど、なんか歴史的に見ると4軍って結構なんか争いが多いんですよね。確かにで4終わった時に第二次世界大戦終了して、ん5軍っていうのは大体ね5土星のどちらかって言ったらいろいろこうねギタンバタンしやすい星の時期はもう日本混乱期ですから。戦後復興のねそうですね中でうん権力闘争もあったでしょうし、日本の方向性が定まらない時期ですよね。うん第6軍っていうのが、まあ基本的に1964年。なんかいわゆる東京オリンピックがあって、ここから高度成長期に入るんですよ。そうですね。六白っぽい。で、六白金星っていう星ってね、よく大金とかね、うんこう出世するとか、うんうんやっぱりそう、いかにも日本が高度成長期っていう確か感じなんですよね。で、1984年から第7運になる。に。そうだ。 7運って割とね、遊びとか、享楽とか、楽しむとかっていうのがこっちですね。バブルですねで、思いっきりここからバブルの時代で。 90年代もなんだかんだ楽しかったんですよね。そうですね。2004年うん。から第8運。で、第8運っていうのは変動期で、ここデフレですよね、日本は。ある意味楽っちゃ楽な時代だけどっていう感じですよね。だからなんか非常になんか歴史を見ていくと日本ってなんか三元級の動きにマッチしてるっていう確かかに。妙な連動性がある。だからなんかそれもなんか奥まで紐解いていくとっていう存在がいるからではないかっていう感じはしなくもないんですけど、そうなんですよねもうなんかもう古代史の話になってきますよそうですねね。だからやっぱり王様なのかなっていう感じはしますよね。どれもやっぱり過去の一運って新しい時代が確かに始まってるんですよ。1684年も第一運があるんですけど、ここって綱吉の時代なので、生類憐れみの例がちょっと前にあって元禄文化が花開く、要はそうですよね。争いの武士の時代というか戦国時代がここで完全に終了して元禄文化が花開いていくっていう平和な時代に突入するじゃないですか。歌舞伎とか。そうですね、だからそういうその前ってやっぱり混乱期があるんですよ。なるほどな、っていうことは皆さんお気づきかと思うんですが、これから20年混乱期という話を我々はしておりまして、じゃあこんな時代どういうふうに。そうだから元禄時代の前っていうのは、侍がもうキリストごめんみたいな時代があったけど、人殺しちゃダメだよっていう時代に変わったわけじゃないですか。キリストごめんだと思ってた人たちにとっては衝撃的な変化なわけですよね。確かに確かに。だけど一部の人から言ったら民衆からすると切られなくて済むわけだからいやすごくいい時代になったわけじゃないですか。おかしいですよね。街中に刀刺して、まあ銃持って歩いてるみたいなことだから修羅の国ですよね。そうそうそう。だからそこまでって日本ってバーサーカーの時代なんいですよ。や本当にみんな包丁持って歩いてたら怖くないですか。そうそうそうだからそういう時代っていうことですもんね。だからそれが終わって、うん要はその新しい花開いた時代が来て、でそこの前っていうのは当然考え方の違いでゴタゴタになるわけ、だから基本ってどれもそういう意味でなんか古い価値観と新しい価値観のぶつかり合いの時期というか、旧歯科線で「理」って言ったりしますよね。そうですね。だから分断ですよ。そうですね分断。くっついたら離れたりっていうところで、うんやっぱりそういう問題点が明るみに出る時でもあるし、今実際ねちょっとスキャンダルいろいろ出てますけど、いろんなところから、やっぱりそういう意味でもやっぱ明るみに出るっていうね、時期に入ってきてると。逆に今これからあんまり隠し事とかできないようなね、本物の時代ですよ。スピリチュアル業界で使われてから長らくですが本物の時代です、ね。だからそういう意味ではなんていうのかな、古い価値観に固執している人ほど苦しくなるし、確かに、なんかその新しい時代を追い求めてる人にとこそチャンスが来る。そうですね、もう AI で第5次産業革命、第4次第5次ちょっと分かんないんですけど、新しい時代もう来てますよね。そうですね、だからなんかそういうところにまず意識ちょっと向けた方がいいんじゃないっていうところあるし、確かに、これからの時代アンテナを張って、まあ、変化の時だって、分かってもらって何かこう視聴者さんに一言ありますか。まあさっき2024年の5月から天王星がね、お牛座に入ってくる。天王星ってやっぱりすごく変化変動、改革とか革命の星なんですけど、そこの変動がやっぱ強く出るのってお牛座にいる大体7年ぐらいだからやっぱね、この7年
ぐらいっていうのが2024年からすると次が2031年ぐらい31年30年、31年くらいそれぐらいまでですよね、で常にザーッと変動があるっていうわけでもないんですよ。過去を見ても変化変動のイベントあるけど、ずーっと7年間変動っていうわけじゃないので、ただそういう時に起きる変化っていうのは結構物事をガッと刷新するような動きになる。だからまずそこの前哨戦という意味においてここと3年ぐらいですよね。そうですね、だから日本全体の運勢で見てもこの3年くらいが結構正念場だなっていうふうにそうですね出てて、そこで2025年の7月とかみんなおっしゃるから我々もおやおやみたいな感じになって、何かね占いでね分かることとか占い業界であんまり、外にねこう話してこなかったこととか、ちょっとずつねお伝えしていくことで来年を湘南に、そうですねみんなうまく波に乗ってもらえればっていう感じですね。ちょこちょこいろんなところで言ってるんですけど、日本ってやっぱり天才が多い国じゃないですか、だから日本とかは割と氏神様信仰ってあるじゃないですか、土地神様っていうのかな、土地神様にお参りに行く、だから近くのね神社とかにお参りに行くとかっていうのは結局その土地の主とつながるってことだと思うんですよ。で結局土地の主とつながるってことは何かって言ったら究極言えば地震って死なないためなので、だから大家さんによろしくお願いしますって言って気にかけてもらって、究極そういうものが起きたとしても助けられるみたいなね。なんかちょっと嫌な予感がするとかそういうアンテナを磨くためにもみたいなことですよね。それでまた土地とつながってると、なんか虫の知らせみたいなことが起きたりとか、何かやっとこうと思ったことが功を奏したりとかね、なんか急に連絡が来たりとかそういうことですよね。だからそういうのってやっぱりそういう地道な行為が意外と実を結ぶことが多いので。確かに、日本独特ですよね、こういう土地神様と仲良くしようみたいな発想って。確かに、けどそういう敬いの概念というかなんかねこう自然崇拝じゃないけどそういうのが根強く残ってるのがやっぱり日本の魅力で。そうですね。だから恋愛の神様ここでとかつっていろんなところにお参りに行くのは全然 OK なんですけど、やっぱり自分の土地の神様とご縁をちゃんとつないでおくっていうのも大切っていう気がしますね。そういうことやりながらこの時代怖いんじゃないかって思ってる方もいると思うんですが、備えていただくのを前提としてそうやって何かね少しでも開運するような道に歩んでいっていただけたらと思ってますので、よろしければチャンネル登録高評価などよろしくお願いします。次回いよいよ2025年7月のお話とかできたらと思ってるんですけど、そうですね、もしよかったらチャンネル登録高評価してお待ちいただけたらと思います。それでは水森太陽とチャドでした。皆さんありがとうございました。また